育て幽霊。昔々、ある村に一軒の飴屋がありました。ある年の夏のこと、夜も遅くなったので、飴屋さんがそろそろ店を閉めようかと思っていると、トントン、トントンと戸を叩く音がしました。はて、こんな遅くに誰だろと、飴屋さんが戸を開けてみますと、一人の女の人が立っていました。飴をくださいな。う。はい、少々お待ちを。飴屋さんは女の人が持ってきた器に、壺から水飴をすくって入れました。一問いただきます。ありがとう。女の人はお金を払うと、消えるように言ってしまいました。その次の日、今日も飴屋さんが戸締まりをしようと思っていると、また戸を叩く音がします。飴をくださいな。やはり、あの女の人でした。女の人は昨日と同じように飴を買うと、スーッとどこかへ帰っていきます。それから毎晩、女の人は夜更けになると飴を買いに来ました。次の日も、その次の日も、決まって夜更けに現れては飴を買っていくのです。さて、ある雨の夜、この日は隣村の飴屋さんが訪ねてきて、いろいろと話し込んでいたのですが、飴をくださいな。と、いつものように現れた女の人を見て、隣村の飴屋さんはガタガタ震え出したのです。あの女は、一月ほど前に死んだ松吉のカカに違えねえ。二人は顔を見合わせました。死んだはずの女の人が夜な夜な飴を買いに来るはずはありません。しかし、隣村の飴屋は間違いないと言います。そこで二人は女の後をつけてみることにしました。飴を買った女の人は林を抜け、隣村へと歩いていきます。その場所は、墓だ。女の人は墓場の中に入っていくと、スーッと煙のように消えてしまったのです。お化けだ。二人はお寺に駆け込むと、和尚さんにこれまでのことを話しました。しかし和尚さんは、そんなバカなことがあるものか。きっと何かの見間違いじゃろうと言いましたが、二人があまりにも真剣なので、仕方なく二人と一緒に墓場へ行ってみることにしました。すると、おにゃおにゃと、かすかに赤ん坊の泣き声が聞こえてきます。声のする方へ行ってみると、おう、人間の赤ん坊じゃないか。どうしてこんなところに。和尚さんが提灯の明かりを照らしてみると、そばに手紙が添えられています。それによると、赤ん坊は捨て子でした。手紙によると、捨てられたのは数日前。それから何日も経つのに、どうして生きられたんじゃ。ふと見ると、あの女の人が毎晩飴を買っていった器が赤ん坊の横に転がっていたのです。そして赤ん坊が捨てられたそばの墓を見ると、おお、これはこの前に死んだ松吉の女房の墓じゃ。なんと幽霊が人間の子供を育てていたのです。なるほど、それで飴を買いに来たんだな。それも自分の村では顔を知られているので、わざわざ隣村まで。きっと自分の墓のそばに捨てられた赤ん坊を見るに見かねたに違いありません。
和尚さんは心を打たれて松吉の女房の墓に手を合わせました。優しい仏様じゃ。この子はわしが育てるに安心してくだされよ。こうしてお墓に捨てられた赤ん坊は和尚さんに引き取られました。それからあの女の人が飴屋さんに現れることはもう二度となかったそうです。おしまい。